こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、まこなれ社長に来ていただいていて、後編ですね。今日、まこさんにはですね、プログラミングスクールを経営されていて、プログラミングをやられてた、自分でもコードをガリガリ書かれてたそうですよね。ということなので、今後、そのプログラムがどれぐらい重要になっていくのか、そういった話をお伺いしたいなと思ってまして、プログラムの重要性ですね。そうですね。で特にその社会人とかでプログラムやってみたいなっていう人かなり増えてると思うんですけども、もう標準的にみんなプログラミングできないともう出世できないんじゃないか、そういった可能性とかって今後出てくるんですかね。なるほど。プログラミングができないと出世できないか、イエスノーすごいね求められること多いんですけどすいません。でも結論悩むんだったらやった方が絶対にいいっていうふうに答えていますね。で僕はいつも言うのは、例えば、中学生の時になんか織田信長が鉄砲を伝来して使って桶狭間でうんぬんみたいな、そういう歴史の物語を聞いて、それを今日の仕事をあの時織田信長が戦で勝ったから俺のプレゼンテーションこういうふうにしようってならなくないですか？確かにならないですね。結構その教養として学んだことって実社会にどんだけ役立ってるのって言われたら答えられる人いないと思うんですよね。確かにそうですね。でも間違いなくそういった人が昔は剣とか鉄砲とかで戦って命を奪い合っていて、その中でいろんなこの政治とか人と人の感情がぶつかり合って今の社会が作られてるんだぞってことを知ってること、これってすごい大事ですよね。確かにむちゃくちゃ大事ですね。昔が戦争を知ってるってことも知らなかったら、僕たちが第二次世界大戦があることを普通に生まれたら僕たち知らないわけですよ。そうですね。何も。確かに。でもう一回同じことやっちゃうかもしれないっていう、そういうことで過去の先人たちが積み上げた何かを共有として学ぶってことは、間違いなく僕たちの気づかないうちに日々の思考習慣だったり考え方行動に絶対に影響を及ぼしていると思うんですよね。でそんな中でもちろん歴史を学ぶも大事、国数理社でも大事かもしれないですけど、プログラミングを教養として学ぶ意義っていうのが今すごく大きくなってきてると思うんですよね。で学んでいくことによって別にプログラミング学んだからといって今日のなんか営業資料こうやって書こうとか、なんか今日の会議こういう発言しようとか、プログラミング学んだからっていきなりポンってA ならば B みたいなそういう感じの因果関係で起きないんですけど、間違いなくその世の中がテクノロジーを競争力の源泉として今ビジネスが動いてるんで、そこに対して苦手意識がないとか、正しくそのソフトウェアサービスがどうやって動くか理解しているってことは意思決定に影響を及ぼします、間違いなく。それを皆さん理解していただきたくて今エンジニアスクールやってますし、エンジニアにならない方にもプログラミングを教えるってことをやってますね。素晴らしいですね。ありがとうございます。その歴史とかと同じように知ってるとやっぱ思考って変わるっていうのはあると思うんですけども、具体的なプログラムを学んだことでこういうなんか論理的な思考ができるようになったとか、役立つようなメリットとかってあったりするんですかね？プログラムの一番この大事なところって何かって考えた時にいろいろあるわけですけど、一つ挙げるんだったら、思考の網羅性ですよね。思考の網羅性。プログラムを書いて、その動かすのは簡単なんですよ、すごく。そうなんです。動かすのは簡単だけど、肝は普通に動くのは分かったと。じゃあもしこういう例外が来たらどうなるとか、連打されたらどうなるとか、例えばウェブサイトだったらここまで入力して登録できるのが分かったと。登録せずに画面消しちゃったら、その時 Wi-Fi が切れちゃったらその時どうなんのっていう。だから普通使ってる人ってそういうこと全く想像考えないですね。考えないわけですけど、確かにそのプログラムを書くってことは、あらゆる例外に対して想定しておかなければならないわけですよね。それがセキュリティの穴になったりだとか、仕様の漏れだったりとかバグにつながるわけなので、実はエンジニアって10倍以上の例外を常に想定し書いてるわけですよね。これプログラム書いてる方だったらみんな絶対わかると思うんですけど、間違いなくその例外を常に考えるって、その思考の網羅性が生まれますよね。まだネガティブな点はリスクに目が行き過ぎてしまうっていうのもあるかもしれないですね。それあるかもしれないですね。見えてきちゃうわけですね。そう、こういう時はこういう時エンジニアになってプログラミングを学ぶと現実的に物事を考えすぎてしまうから、柔軟な発想ができなくなるっていう主張をしてた方があっていらっしゃったんですけど、僕は違うと思ってるんですよ、実は。なんでかっていうと、常にやっぱり現実と理想を見極めていくのが経営者だし起業家で現実を変えていく人だと思うんですよね。やっぱ理想ばっかりだとただの机上の空論にしかならないと思うんですよね。アイデア出すって簡単で、じゃあそれを物に落とそうとした時に、じゃあこうなったらどうするよか、こうしたらどうしようかって考える必要があるじゃないですか。
らそこの現実理想を常にこう埋めていける人がこれから求められると思っているし、うちのサービスでテックキャンプに来てくださってる方も経営者たくさん来ていただいてますし、スポーツ選手だと本田圭佑さんとかすごいですよね。もう来ていただいてますし、アイデアは出せるけどどうやってそれをものづくりしていくのっていうのを知りたい方が多いですね。でもそうやって網羅性を出したりとか、今後こういう機能がつけるだろうから準備しておくとか、そういう先も見越さないといけない力がつきますよね、絶対。そうやって物事をなんかそのいろんな網羅することによって深く考える能力がやっぱ磨かれていくってことですよね。そうです。それはすごくプログラムにおいては重要だと思いますね。それが一つと、もう一つは単純にもう IT 企業って世の中には存在しないんですよね。実際 IT 企業って何なのってかって、インターネットテクノロジー企業じゃないですか。確かに。で今の世の中のビジネスでインターネットテクノロジーを使わないビジネスって何なのっていう。いや確かにそれはもうないですね。ないです。だからもう全てが IT 企業なんですよ。そうなった時にその IT 企業の最も源泉であるそのプログラム、ソフトウェアについて全く理解してませんって、それでどうやって正しい判断するんですか。モスさんプログラム書いてたんですか。僕はVBA 書いてましたね。いいですね。VBA と Excel とかの Excel ですね。あと C 言語を昔やってて挫折したり、Python も少しやって挫折したりとか。結構効率化とかに使ってたんですか、 VBA とか。そうですね。VBA を使ってウェブをコントロールして勝手にクリックしてくれたりとか、あといろんなシステムを外から VBA で動かしたりとかですね。できるだけ僕研究開発の仕事をしていたので、エンジニアがボタンクリックするとかそういう雑務を本当はシステム部にやってほしかったんですよ。なるほど。でもお金がこんだけかかるよ、納期がこんだけかかるよ、できませんとか言って、お前らそれでもエンジニアかと、じゃあ俺がやろうって言って500人ぐらいに配ったりとかして、みんなそれ使えるようにしたりとか。すごいですね。それ変わったことを、それ会社でも評価されたんじゃないですか。結構ちょっと上がりましたね。結構すごいことですよ。いやすごいと思ってますよ。仕事をなくすこと以上に素晴らしい仕事はないですからね。もうそれやらなくていいっていう。そうですそうです。それをやってて、なのでプログラミングの凄さっていうのはすごい知ってて、もう魔法が使えるようなもんですよね。僕すごいそのせいでもうあらゆることに対してルーティンワークとかもう逆にできなくなってしまって、動画編集とかもテロップとかも完全にマクロツールっていうMac が中で勝手にマウスポインターが動き続けるみたいな。そんなことできるんですか。できます。かっけえ。を使って普通だったらクリックして入力欄作ってテロップ流し込んでってやってるところを何もせずにボタンを押すだけで勝手にテロップがタタタタタって入っていくみたいな、そういうのとかもすごいプログラム教えてるだけあっても完全にそういうのを使って、やっぱ仕事で使えない意味ないですもんね。なかなかプログラムって。それはプログラミングではないんですけど、プログラミング的な思考で作るものですね。少しでも人がやらなくていいことをやらないようにしようっていう発想すげえですね。ですね。僕も今ちょっと編集サブチャンネルでやり始めて、カット入れて、ウェイって文字入れてますね。自動化できたらいいですね。楽ですよね。でもできない人はひたすら自分でやり続けるわけですもんね。それだけでも時間半分ぐらいに10時間かかるのが5時間ぐらいに確かになったりしますし、それがずっと繰り返しで起きていくんで、確かにもう指数関数的にで空いた時間さらに他のことできたりとかしますし、ただプログラミングを覚えて、その時からいきなりいろんな物事を自分でプログラム書いて自動化できるかっていうと、それはまた違いますね。違うんですね。それは結構難しいと思う。そういうこれをやったからすぐ明日から役に立つっていう感じでやると、心折れちゃうと思いますね。そこまでやりきる人いますけど、いきなり仕事で効率化していくってことは比較的難しめ確かにだと思いますね。そうかもしれないですね。そのプログラムなんですけれども、最初にまず始めようとした時ってどこから始められるんですかね。プログラム最初に始める時はプロゲートをやればいいんじゃないですかね。プロゲートって何ですか。プロゲートっていう無料のプログラミングを学べる、全然うちの会社とは何の関係もないいいサービスがあるんですけど、無料でまずは使えるんで。そうなんですね。とりあえずもう今すぐ今日やった方がいいですね。プロゲート、これ見てる方もプロゲートをまずやると。本とか買わなくていいですね。そうなんですね。本は別に今参考程度に買うのは別に否定はしないですけど。じゃあ無料でプログラムを始めようと思ったら、まずプロゲートをアクセスしてもらえばいいところですね。です。プログラミング100時間ぐらいやってほしいんですよね。教養として自分が身についたっていう域まで行くのに最低が100時間だと僕は思ってるんですよ。そこまでちゃんといい環境で学べば、そのソフトウェアがどういうふうにできているのかとか、なんとなく感覚がつかめるようになるっていう目安。
ですね。それでもっとこうなんか勉強したいなと思ったら眞子さんがやられてるようなスクールに通ったりとか。そうですね。テックエキスパートであれば、未経験からプロのエンジニアになるってコースだと5、600時間やっていただきます。その5倍ぐらいの数をやればいい。そうです。それがもう最低限って感じですね。僕は昔はいつも1000時間って言ってたんですけど、僕も1日16時間かけるの、まあ365をやったんで計算難しいんですけどそうか、それを独学で学ばれた経験からこうやって今のこうやはりもっと短い時間で教えれるようにっていう仕組みを作っていったってイメージですかね。そうですそうです。そういう最初はプログラミングを自分で独学でやってて、まあ、がむしゃらにやるとやっぱり遅いよねっていう。いや、むっちゃ大変ですよね。やっぱ聞きたいですよね、人に。やり方が分かんなくて心折れちゃう人が多いんで、そうならないように質問できる体制を作りましたね。いや、それ素晴らしいサービスですよね。プログラミングに関しては、結構興味を持ってくださる方は今多いですよね、むちゃくちゃですね。みんなこれやって何の意味があるのってことをすごい聞いてくるんですけど、プログラミングに関わらずですけど確かに何やったら正解なんですかっていう答えを求めてくる。そうです。答えが僕が出せる時点でそれ価値ないんで、確かにそれみんなやるじゃないですか。なんかここを掘れば絶対に金塊が出てくるって分かってたらみんな掘るじゃないですか。一斉に群がってきて一瞬で借り尽くされてもう終わりですよ。確かに投資も一緒ですね。投資も一緒ですね。仮想通貨儲かるって世間で話題になった時に入った人全員今損してますよね。やばいですね。だからそういう答えを求めてる限りやっぱダメなんですよね。プログラミングやりたいと思ったら、なんか何に役に立つかとかはあんまり考えすぎずに、興味があって他に選択肢がないんだったらやってみようかって決めてみるみたいな。素晴らしい。いろいろやってみること大事ですよね。プログラミングやりたいと思うんだったらこう意味ありますかじゃなくてやってみて、心折れてもいいんで、で他のこともやってみて、そしたらこれならいけるかなと思う瞬間がいつか来るんですよね。確かに素晴らしいですね。ノータイムポチリですね。ノータイムポチリ。その意味でまず最初にプログラミングをやってみるっていうのはすごい価値があることだと思いますし、これからの時代にはなくてはならない教養だと断言できますね。ありがとうございます。今日は眞子成社長にですね、プログラミングの素晴らしさと役に立つことについて説明していただきました。またですね、僕も眞子成社長の動画出させていただくので、ぜひですね、眞子さんの詳細な貼っとくので見てみてください。ではどうもありがとうございました。ありがとうございました。